はい、皆さんお疲れ様です。今回は久々に自宅から、それでですね、新型ジュラが、発表になりましたので、今発表されている段階のこのスペック、諸々の情報を、見て、こいつがどう思ったかっていうのをね、今回はお話をしたいと思います。それでですね、一言で言うと、がっかりだよね。何もニュースがない、ほぼ何のニュースもない、9100から全体をこちょこちょ微妙にいじりましたみたいな感じね。で、特にこれといっておってそそるようなものがほぼ何にもないんですよ。で、あえて大きく変わったねっていうと、それはリアが12段変速になった。11から12になった。11から12だから大して変わんねえんだけど、あとはセミワイヤレスになったっていうこと。このセミワイヤレスになるなっていうのは、噂はあったわけじゃないですか。それが、本当にそれで発表されたっていうのと、あとはですね、メカ式の変速がなくなるんですかね。あとは、ディスクブレーキがメインになるのかな、みたいなね。だから、キャリパーブレーキもあるそうですけども、そっちがメインじゃない雰囲気ですよね。あとは、変速はもうメカ式は出ないのかな。出なそうですよね。同時に、アルテも出たんですけど、アルテも似たり寄ったりっていうだけのことなんですよ。順当改良版と言いますか、コンセプトに変わりがない、単純にレース機材ですよね、みたいな。いろいろ変わったって言ってるところがあるんで、ちょっとそれについて私がどう思うかをちょっと語っていきますね。5年ぶり、たった5年しか経ってないんだ。そうなの。どういうところが変わったかっていうと、イボルブドニュープラットフォームなんだそうです。進化した新しい DI2 プラットフォーム。DI2 が進化したっつったってただ変速やってるだけなんで、変わったっちゃは変わってねってや変わってない。そういうもんだと思いますけどね。リファインインターフェース洗練された人、あとは最先端のドライブトレインって言ったって、今までだっていい具合だったわけだし、前に30年前のデュラで組んである私のバイク説明しましたけど、あれと最新がなんか変わったかっていうとね、微妙には変わってるんだよ。微妙にっていうか、大筋では何にも変わってないのね。大筋では変わってなくて、タッチが変わったとか、変速速度が向上したとか、変速する時のショックが少なくなったねとか、全体が洗練されてることであって革新的では全くないんだよね。それをずーっと30年間も続いちゃってて、で今回も何も変わってないっていうことなんですよ。だから最先端のドライブトレインって言ったって確かに最先端ではあるんだろうけれど、じゃあ前と何が変わったのっていうと、ほんの些細なことしか変わってないでしょうね。あとブレーキシステムの強化って言ったって、強化、制動力が上がったって、どうせねタイヤの限界が来ちゃうと、あとはもうどうにもなんない。あとは、操作してる側の、技量とかにもよっちゃうんで、強化って言ったってね、強化になってるかどうかもなんとも言えない。個々のデータをきっちり測ってみると、ほら良くなったっていうふうには言えるんだけど、だから何って感じだよね。リファインドホイールシステムっていう歌い文句なんですけど、でホイールはちょっとそそりますよ。今回のホイールはなかなかそそるっていうか、よそのメーカーのホイールが進化してるのについてってるっていうだけのことで、そんなにすげえかっていうとすごくはないんだよね。すごくはないけど進化してるのと、あとはね、安くなったでデュラエースはですね、出てもう50年近く、半世紀近く経ってるんだそうですけども、機械式変速が消えるというね。機械式っていうか DI2 だって機械っちゃ機械なんだけど、要はコンピューター制御に変わっちゃった。アクチュエーター式に変わっちゃって、ケーブルでよって引いてガッチャンとやるのはもう
まあどうやら消えるらしいと。でまあおそらく未来もこれからね9200から9300になってもおそらく戻ってこないんじゃねえのっていう感じなんですね。それで今度の DI2 はですね、シートチューブのところに、バッテリーが入る。今までと同じところにバッテリーが入るんですけども、だから外付けのバッテリーはなくなるってことなんだろうね。それでそのバッテリーで、前後のメカを駆動させると。ブラケットのところにはボタン電池が入ってて、だから左右ともボタン電池が入ってるんでしょうね。それで、だからレバーから電気コードがいくっていうことは DI2 のコードがいくっていうことがなくなる。でまあシンプルにしたいっていうことなんでしょうけれど、こういう仕組みにするってことは要はその電池の管理が必要っていうことになるんだよね。だからプロチームだったら別にメカニックがその電池の管理もやるからいいけれど、素人の人が自分で運用するってなると管理を自分でやらなきゃいけないんでめんどくせーって感じだね。だから買った時はいいよ。買った時はいいけど2年3年経った時にそれ電池がある日ある時なくなるわけじゃない。だからそれをいちいち自分でなんとかしなきゃいけないっていうめんどくさがあるんだよね。だから私は部分的にでもワイヤレスにするっていうのはあんまりいい感じがしないんだけど、マーケティングの都合上だからハンドルからこのケーブルが来るってのはどうしてもかっこ悪いっていうんで、まあそれはやめたっていうことなんだよね。で前後のメカとシートチューブなり何なりに入れる電池の間、そこの間だったらまあケーブルがあってもいいじゃん。あとは前後のメカは動力ですからね、アクチュエーターを動かさなきゃいけないからある程度バッテリー容量が必要なんで、そっちには、バッテリーを有線でこうつなごうっていう考えね。だからまあ設計的にまともっちゃまともですよね。ガンガン使ってもね1年半から2年ぐらい持つんだそうですよ、そのレバーの方は。だからボタン電池をいちいち入れる方ね。だからそれだったらなんだったら1年ガンガン使う人はね1年使ったらもう予防的に電池を交換しちゃうっていう手もありますね。まあちょっぴりエコじゃないですけどね。まあそれだけ省電力化ができてるっていうことだよな。だからすごいね、そういう電子デバイスの進歩のスピードはすごいよね。あとね、エアロポジションを確保しやすいようにブラケット形状を変えたんだそうですけども、だからなんか内側に入ってるんだよね、全体に。だから内側に入ってこうギュッと体をまとめて、それで空気抵抗を減らそうという設計みたいですけど、だけど今回のね、東京オリンピックのトライアスロンの女子の選手でいたね。ブラケットレバーをこう内側にギューってやってて、それでこうやってやって体をこう縮めてね、それで走ってた選手いましたね。でそれを今回のデュラはまんまそれをこう元々の設計から入れていくっていう考えみたいですね。だから今までみたいにサドルからお尻を前に外してこうやるやつとかなんだかんだいろいろエアロポジションをやっていたのがあれが危ねえからやめろっていうルールになっちゃったんで、だからそれに合わせてってことなんですけど、だけどプロはそうでしょうけどね。だけど一般のユーザーがこのデュラなりある程度買った時なんかはその UCI のルールもへったくれにもねえんだから関係ねえじゃん UCI のルール。どうせ極端なエアロポジション取らないからね。極端なエアロポジションは危ないですから、だから今回のこうギュッてやるのがいいかどうかっていうのはまあそれは何とも言えないですよね。ブラケットがですね大型化しているんだそうです。だからということは手の小さい人はまた困っちゃうよね。シマノのねこのブラケットの設計で私不思議でしょうがないのはねバラバラなんだよね。毎回なんか大きさが大きくなったりちっちゃくなったりをこう繰り返しちゃうわけで、特に今疑問に思ってるのは GRX やたらあれでかいわけだよ。だから手の小さい人にはちょっとねとか思うんだけど、で GRX はねブレーキレバーの手こひが他のと違うんですよ。だからグラベルロードを走るには手こひが必要だったからそうやったんでしょうけど、かといって手の小さい人にあれでかいから普通のロードの
レバーつけたいなっていう需要もあるんだろうし、そこの整合性どうなってんのかが私もよく分かってなくて、でなおかつ私ねグラベルロードを組んだっていうのは今のところ一台もないんですよ。需要がやっぱりないみたいね。でまあ私が都心に住んでるからっていうのもあるんでしょうけども、だから今のところそういうのがそういうところの整合性が取れてないな感があって、で今回のデュラも従来のロードの手コヒになってるそうですから、だから GRX のあの手コヒが果たしていいのかどうか。あとはなんだろうな、ブラケットが大きくなっちゃったって言ってるけど、そのブラケット大きくなったことによる弊害っていうのがどうしましょうみたいな。でどうしましょうも何も、じゃあ1個前のと合わせようかっていうと合わせられないわけじゃない。セミ、ワイヤレスになっちゃったってことは旧来の製品とは整合性がないわけですよ。だからこのデュラを使うんだったらデュラを使うしかない。だからもしかしたらある程度デュラでブラケットの大きさが違って、それで、大きさがその大きさの違いで自分の手の大きさとかね、好みなんかでどっちを選ぶっていう選択ができたりしたりするといいんじゃないかなとか思うんですけどね。だから本当は私はブラケットの設計自体はなるべく小さく設計して、それでブラケットカバーの厚みが違うのが3種類ぐらいあると手の大きさに合わせてこう変えられていいんじゃないかなとか思うんですけど、そういう設計に今回もなってないらしいので、いかがなものかとか思っちゃってるんですけどね。シフトのスイッチですけど、オフセット量が従来より 1.5 ミリ増やしてあるとかですね、あとは、スイッチ自体が大きくなったりとか、いろいろ変わってはいるんですけど、その変わったのってのは果たして進歩と言っていいかどうかっていうのは、これ何とも言えないですよ。何とも言えない。だからなんだよねいろいろ好みとかあるじゃん。手の大きさだっていろいろだし、指の太さだっていろいろだし、どうだろうね。どれを進化と言っていいかどうかっていうのは何とも言えない。で、レバーをね、手前寄りにセッティングしてる人って、このレバーをこう握っちゃうと、2本指でレバーを握る人なんかは、リリースレバーがボタンが大きいと今度指挟むんだよね、ベシって。だからリリースレバーが大きいのがいいかどうかっていうのもそれは何とも言えないので、こういうハイエンド商品っていうのは個人に合わせて設定変えられるといいと思うんだけどね。だからリリースレバーなんかが、大中小とかあってそれ付け替えられるとかになってるといいんじゃねえのかなとか思うんですけど、そういう考え方は全くなくてなんですよ。だからいいんだかどうだかなっていう感じね。で今回はですね、合成が上がったとかなんとかっていう話があんまり出てなくて、クランクの合成が何%上がりましたみたいなことをね、申請が出るとそういう話題が出たりとかするんだけど、今回それ言ってないんですけど、そりゃそうだろうね。9100の時点でもう合成がゴリッゴリにあったからね。で私は現行のアルテの方を使ってるんですけど、それだってね、もう合成はもうガッチガチにあるよね。もうこれ以上いらねえだろうっていうぐらい合成がありますんで、これ以上合成上げたってしょうがないよね。で、BB シャフトの方は 24mm のままだそうです。だから BB は互換性があるんじゃないのかな。で24mm で十分ってことだよね。これ以上どうこうする必要性はないっていうことですね。でスプロ系のスプラインがなんか新しくなって、だから今までのとまた互換性がなくなるんだろうな、きっとなくなって、最新の、ハブっていうかホイールにスプロケットを入れようとすると、最新のと合わせなきゃいけない。で最新型のホイール、今回出るホイールに昔のスプロケを入れる分には入るのかな、入るのかもしれないね。筋の数が違うだけで幅とかは一緒かもしれない。ダメか。なんか今度からね、チタンボディだったやつをアルミに変えちゃうんだそうで、だからアルミに変えちゃうと今度ね、
グッと踏んだ時に刃が食い込んでいっちゃうから、そこのところの工夫が必要で、その工夫が必要だから今回はなんか段差の数が多くしてあると思うんですけど、段差の数が多くしてあるっていうか、今までこうあったところをさらにこう出っ張っててあったところにさらにもう一筋入ってんだよね。だからそこも食らい込ませて、アルミでも持つようにするっていう設計なんでしょうけど、だからそれが旧来のものと整合性がどうなるんでしょうね。まあそこ何とも言えないですね。まあどっかその情報は出てるかもしれないな。あとはですね、リアメカのプーリーは11のままだそうです。だからビッグプーリーとかは出る様子はないですね。まあ私もビッグプーリーは必要性がないと思いますけどもね。あとは F メカが随分と小型化して、軽量でなおかつ小型化。だからここは進歩した感がありますね。で、この新型の FD の9200を見てると、旧型の9100が、あれこれジュラじゃなくてアルテじゃねっていう感じがするようになりましたね。で、あとはブレーキも、まあ前よりも小型化されて、だから見た目がコンパクトになってるよね。で、かっこよくもなってるんだけど、残念ながら ABS 化はされませんでしたね。で、ローターがですね、MT900 だから、これは多分デュラじゃねえ、XTR なんでしょうけどね。まあまあ前から現行でも XTR に変えてる人がいたから、まあ、ここはまあどうでもいいかっていう感じね。でチェーンも、これ XTR のを使うんだな。でエレクトリックコードが、まあ規格が変わっちゃうんで、また買い直しだよ。がっかりだな。がっかりだよ。で細くしたからって何がどうなるわけでもないんだけど、でもほんのちょっぴりでも軽く、ほんのちょっぴりでもフレームに開ける穴を小さくっていうことなんでしょうけどね。でもそうすると新型のフレームってこの新型のデュラのこのケーブルの穴に合わせちゃうと旧来のパーツで組むってことができなくなっちゃうという、順当にこう買い替えさせようっていう戦略が見えてきますね。で重量の比較を見ると今回のね9200はほぼ軽くなってないですね。トータルでも軽くならないですよ。だから軽量化がうんぬんっていうのを今回は歌わないんだね。ただ単に新型になりました、家具がリファインされましたっていうことなんだね。まあそういうことですね。で値段が、まあ定価で言うと45万円ぐらい。すげえな。コンポだけで45万円。それでまあ今回はこれはいいんじゃないと思うのはホイールですね。ホイールはね軽量化されて、でなおかつ安くなってる。だからホイールは今回はいいかもね。あとパワーメーターがどう来るんだろう。パワーメーター来るのかがわかんないんですけども、で今回のでちょっとそそるねっていうのは純正のギアで5440という重いギアが出たんだな。いやこれは需要があるんじゃねえのっていう気がしますね。あくまでプロには需要があるんじゃないかなっていうのと、あとはもしかしたら承継者の人にいいのかもしれないですよね。だからまあデュラとかアルテを今使ってて、新型出たから乗り換えようっていうのは私は必要性は全く感じないですけどね。でホイールが傷んできたから買い替えるっていうんでしたらそれはいいかもしれない。で今回はですねアルテグラも缶組ホイールが各種ラインナップされるんだそうですよ。だからまあデュラは結構高価って言ったって今回かなり値下げしてますからね。デュラのホイールはちょっと今回のはいいかもしれない。でアルテは当然それよりか4割ぐらいは安く出すでしょうから、そうすると今回の目玉はホイール、デュラ、アルテともにホイールじゃないかなっていうふうに思いますけど、だから私の所見はこんな感じかな。だからデュラはコンポ自体はそそらない。ホイールがいいかな。シマノは
まあ当然これを良くなったって言うでしょうけれど、私はまあ全くもってそそらないですけどね、そそる点がまるでないというのが今のところの情報を見て私が思ったところ。ごく普通の自転車のマニアの人が買って魅力的な部分っていうのがまあ特にないですよ。見た目がかっこいいっていう感じもないですしね、買ったユーザーの個々の体型に合わせられるとか、手の大きさに合わせられるとか、そういう点も何にもないですから、だからこれといってそそる要素が何にもないですね。でリアの段数が12になるって言ったって12までいっちゃうとね、それこそスプロケの数がなんか2種類しか今発表されてなくて、もう選びようがないんだよね。1112131415どの子のってこうやってったって12もあるとそれで30までいっちゃったりとかするんで、なんかもう行き着くとこまで行っちゃっててもうどうでもいいですみたいなことになっちゃってるよねなんだかなーだよ。でとにかくね値段が高いよ。ジェラルコントロールレバーが10万オーバーだし、チェーンホイールは6万なんぼ、カセットスプロケが4万円、リアメカが9万円、F メカが5万円、どれも高えよ高すぎだろ。チェーンが8000円だしさ、バッテリーが2万円だよ。なんかさ、なんだよこれ車かよみたいな。今までのデュラはバイクかよみたいな値段だったりとかしたけど、今度のは軽自動車の値段かよみたいなことになっちゃってて、はあみたいな。はい、というのは私の今回の感想です。で、何より困っちゃうのはこのケーブルを変えられちゃったんで、使い回してどうのこうのみたいなのをまたやりにくくなっちゃって、いちいち全部買い直しだよね。でバッテリーもこの 2万円ぐらいするバッテリーも多分このバッテリーを使わなきゃダメ、ファームウェアとかがダメみたいなことになっちゃってんでしょうから、あっちもこっちもダメみたいなみたいな。今回のデュラはデュラじゃなくてだよはい、以上ゆかからご報告完了です。